皆さんこんにちは。日本語 V ティーチャーのわさびです。今日は動詞のてけプラス来ます、来るを勉強します。この文法にはなんと7つの意味があります。でも安心してください。これは2つのグループに分けることができます。この違いを知っていると、使い方、意味の違いが理解しやすくなります。最後に練習問題もあるよ。準備はいいですか？大きな石があります。危ない。石が落ちます。落ちます。来ます。落ちてきます。大きな石が落ちてきました。デパートです。バーゲンです。3時から全部半額です。お客さんがたくさん来ます。集まります。来ます。集まってきます。お客さんがデパートに集まってきます。これはシンプルな移動です。他のところにいた人、あったものが私のところ、イベントがあるところへ来ます。場所が移ります。行ってきます。学校、仕事に行きます。行きます。帰ってきます。行ってきます。学校、仕事に行ってきます。今日はお弁当はありません。お昼ご飯はカフェで食べます。食べます。来ます。食べてきます。お昼ご飯はカフェで食べてきます。何かのために出かけます。そしてスタートポイントに戻ります。戻るがポイントです。すみません。今時間ありますか？知らない人が話しかけます。話しかけます。来ます。話しかけてきます。知らない人が私に話しかけてきます。外国に友達がいます。時々電話があります。電話をかけます。来ます。かけてきます。友達が私に電話をかけてきます。ポイントはアクションの方向です。これはいつも他の人から私にアクションします。働きかけます。言います。聞きます。尋ねますも同じグループです。私はそれを受け取ります。雨？傘持ってないのに。雨が降ります。来ます。降ってきます。雨が降ってきました。今日はちょっと寒いな。お腹痛い。痛くなります。来ます。痛くなってきます。お腹が痛くなってきました。今までなかったものが自然に始まります。これはしようと思ってするアクションではありません。私たちはそれが始まった後に気づきます。なので、来ました、来た
の形を使います。今紹介したこの4つは同じグループです。動詞の手形の一番有名な使い方、そしてという意味の文法です。このグループのポイントは、一つ目の動詞と来ますは同時にスタートするということです。では、もう一つのグループを勉強しましょう。犬がいます。犬は走っています。私のところへ来ます。走っています。来ます。走ってきます。犬が私のところに走ってきます。明日は辞書が必要です。必ず用意してください。辞書を持っています。来ます。持ってきてください。辞書を持ってきてください。一つ目の動詞の状態をキープして、それを続けながら今いるところ、私がいるところへ来ますという意味です。ポイントは動くプラス映るです。前のグループと何が違うかわかりましたか？このグループは動詞の手形のもう一つの有名な使い方、状態を表すていますを使います。これは今より前に始まった動詞の状態、それがキープしたまま、今ここに来ます。来ましたという意味です。つまり、一つ目の動詞は来ますよりも前に始まっているということです。これをイメージしながら残り2つの意味を勉強しましょう。畑がなくなりました。大きなモールができました。街が変わっています。変わっています。来ます。変わってきました。街が変わってきました。サブスクが人気です。CD が売れなくなっています。売れなくなっています。来ます。売れなくなってきました。CD が売れなくなってきました。変わります。昔はこうでした。でも、今は違います。昔と今は変わりました。これは結果です。なので、来ました、来たを使います。この会社で働いています。20年間ずっとです。働いています。来ます。働いてきました。私は20年間ずっと働いてきました。私は約束を守っています。学生時代からずっとです。守っています。来ます。守ってきました。私は学生時代からずっと約束を守ってきました。何かがずっと続いていること、昔から今まで続いているという意味です。これも結果です。なので、来ました、来たを使います。例えば、20年間この会社で
働いてきました。今日は大阪の本社で働いてきました。これはどちらも働いてきましたを使っています。でも意味が違います。このように同じ動詞を使っていても文脈によって文法の意味が変わる場合があります。文脈はとても大切です。どの使い方をしているのか気をつけて読みましょう。ケーキを作ります。卵がありません。急いで買いに行きます。卵を買いに行ってきます。会社に来ました。電車で来ました。電車に乗っ電車に乗ってきました。この映画長いな。ちょっと眠い。だんだん眠く。だんだん眠くなってきました。毎日アイスクリームを食べています。最近体が重いです。最近太っ最近太ってきました。いかがでしたか？いろいろな使い方があって、ちょっと大変でしたね。で、来るが出てきたとき、どんなニュアンスだったかなって、このビデオを見て、ぜひ復習してくださいね。それでは、次のレッスンでお会いしましょう。おつわっさびーむ